回はイラストをかっこよく見せる誰でもできる2つのテクニックを紹介します。皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回もイラストを添削する形でお絵かきのワンポイントレッスンをやっていきたいと思います。今回添削する作品はこちら。マカロニさんの応募作品で原神のライデン将軍です。ライデン将軍の美しくもかっこいい姿が描かれていて、エフェクトとかもめちゃくちゃかっこよくて、とっても魅力的なイラストですよね。ポーズとかもなかなかね、難しいポーズに挑戦していて、すごいなーって思います。こういうね、難しいポーズとかにどんどんチャレンジできる人はもう本当に伸びる。で、そんなマカロニさんからメッセージをいただいておりまして、原作のライデン将軍のように可愛さもありかっこいいイラストを目指したのですが、いまいちかっこよく仕上がりません。塗りがダメなのか、エフェクトの付け方が悪いのかと様々な原因を考えては修正を繰り返したのですが、結局わからずじまいで、キャラとしての可愛さを残しつつ、かっこよくイラストを仕上げる方法を知りたいです。添削のほどよろしくお願いします。ということなんですが、すでにね、かなりかっこよく描けてるじゃんってね、みんなも思うと思うし、僕もね、そういう印象なんですが、マカロニさんからはかっこよくということなんで、さらにね、上を目指して添削していきたいと思います。で、かっこよくといってもいろいろアプローチ方法があって、今回はね、僕がよくやるイラストをかっこよく見せる方法をいくつかね、紹介したいなって思います。あと、基本的な部分でね、少し気になるところもあるから、そのあたりもね、ついでに軽く添削するので、一緒にね、学んでいってもらえたらと思います。それでは添削、スタート！はい、それじゃあね、こちらのイラストをもっとかっこよくしていくぞっていうことで、これね、僕がよくやる方法なんですが、キャラクターをかっこよく見せるときには、顎を引くか、上げるかします。こちらのイラスト、体がね、だいたいこんな感じのラインでスーッとね、降りてきてて、で、顔が、こう、スッとね、こんな感じの角度になっています。で、この体の角度と顔の角度が違うところね、動きがあっていいんですが、僕だったらもうちょっとこう、顎をグッと引いて、かっこいい感じを出していったり、顎をクイッと上げてね、ちょっとこう見下す感じっていうか、そういう感じのかっこいい感じを出していくかなって思います。こう、顎がね、普通の角度のキャラクターよりも、顎をちょっと引いてたり、顎をクイッと上げてる方がかっこよく見えるんだよね。ということで今回はちょっとね、絵の構図的に顎を引いた方がバランスがいいかなと思うので、顎をね、引かせていきたいなと思います。はいと、こんな感じでね、少し顎をね、こうグググググっとね、引いてみました。前の状態だとこう全体的にこうラインがね、こっちに傾いちゃってたから、絵が安定した印象になっちゃってたんだけど、あえてこういう角度の中に、こういうちょっと違う向きの角度を入れることによって、絵がね、ぐっとね、引き締まったんじゃないかなと思います。で、かっこよく見せるなら、僕だったらね、もう少し節目がちにしてみるかなって思うんで、ちょっとそこも直していきたいなと思います。この辺はね、好みによるところもあるんだけど、結構ね、こんな感じで印象が変わるので、気をつけていきたいポイントですね。で、ちょっとね、この辺が欠けちゃったから書き足していこうと思うんだけど、このイラストね、いかんせんポーズがすごい難しくって、こうシンプルにすると、だいたいこんな感じになるんだよね。で、この辺見てみると、こう首のラインからこう肩のラインに入ってっちゃって、で、この辺は重なるような感じで腕がつくんだよね。なので、ちょっとね、そこを意識して書き足していこうかなって思います。参考にね、ちょっとこいつを置いといて、こう首から本来こう肩のラインがググググググっと来てて、で、こう肩があって腕があるという感じになります。なんで、これに合わせてちょっと書き足し修正していきます。はい、こんな感じにしました。振り袖の袖は後々ちょっと変えていきたいなと思います。
で、ここまで添削してくると、ちょっとね、今回の趣旨とは違うから、添削するかってちょっと微妙なところなんだけど、気になるところが2つあるんで、ちゃちゃっとね、添削していきたいなと思います。で、さっきのこのシンプルなやつ見てほしいんだけど、結構ね、このポーズの時って、顔をここまでね、こっち向かせるのって、実際にね、やってみるとわかるんだけど、かなりね、首がきついんだよね。頑張っても自然な感じだとこのくらいかなって思うんで、ちょっとね、そこを直していきたいなと思うのと、あともう一個ね、これ細かいところなんだけど、この子のね、こう、頭の頭部を、こう、取ってみると、ちょっと後頭部の部分がね、髪の毛の量が足りてないので、ここを足していきたいなと思います。で、ちょっと自分右向きの方が描きやすいんで反転して直していっちゃいますね。あんまり直しすぎない感じで直していきたい。はい、こんな感じでちょっと直してみました。もともとね、ちょっとね、首とか頭周りに少し違和感を感じるところがあったんですけど、かなりね、軽減されたんじゃないかなと思います。で、もう一個ね、ちょっとかっこよくするってのとは関係ないんだけど、気になってるところがあって、こちらのイラスト、結構ね、キャラクターと背景の色が似たり寄ったりになっちゃってるので、ちょっとね、ここの色味の感じを変えて、キャラクターを目立たせていきたいなって思います。こちら、前にやった添削で似たような説明をしてるので、詳しく知りたい方はそちらの動画も見てみてください。今回はちょっと説明を省いて、色味を調整していきたいと思います。はい、こんな感じで背景の色をね、少し暗く、そして紫っぽさを減らすために少し青みがかった色に変えてみました。これだけでね、前の状態に比べて、こんな感じでね、キャラクターに目が行くようになったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、いろいろ添削してきたんですけど、ここでね、話を一旦元に戻しまして、かっこよく見せるために僕がよくやる方法をね、紹介したいと思うんですが、それはね、風を吹かせるです。もうとにかくね、バトルシーンは風が吹くとかっこいい。TM レボリューション並みにガンガンね、風を吹かせていきましょう。まあでもかっこよさって色々あって、例外としてどっしり構えた感じの、例えばね、こう、キング的なかっこよさだと風は吹かないっていうこともあるんだけど、こういう思いっきりバトルな感じの絵なら吹かせた方がね、かっこよくなると思います。今回ね、吹かせるポイントとしては、まずはこちらの振り袖と書いてない振り袖のところですね。で、そしてね、髪はね、せっかくなんで、こう、遠近感を出してね、ブワッと手前に来るように風を吹かせていこうと思います。はい、こんな感じで風をガンガン吹かせてみました。手前にある髪の毛は少し遠近感を出すためにぼかしを入れています。そしたらちょっと全体的な絵のバランスが変わっちゃったので、少し形を調整していきます。で、少しライティングを調整したら完成です。元のイラストがこちらなんですが、ここから顎をぐっと下げて、目を伏し目がちにして、肩周りを描き足して、顔の角度と後頭部を修正、背景を暗くしてキャラクターを目立たせて、風を吹かせて、色味と配置を少し整えました。ビフォーアフターを並べると、こんな感じです。まあいろいろね修正してきちゃったんだけど、とにかくね、かっこよく見せるときは、顎を引くか上げる、そして風を吹かせる、この2つをね、ぜひやってみてください。で、イラスト添削自分も応募したいよっていう方は、概要欄にね、応募方法が書いてありますので、そちらをご確認ください。それでは、イラスト添削でした。なんと、僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。また、この動画が役に立ったっていう方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、またねー。